ハイテクインターナショナルシニアコンサルタントの福原でございます。今回は品質機能展開、つまり QFD ですが、これの概要について説明をすることにいたします。で、QFD っていうのは、1978年に日本で誕生した考え方でありまして、お客様が望む良い品質を企画して、効率的にそれを実現させようという仕事の進め方を見える状態で説明しようとした。そういうふうに捉まえていただければよろしいかと思います。で、狙っていることはっていうと、期待の効果で表してみると、我々が開発した製品がお客さんの満足度の高い製品であること。あるいは、開発の期間の中に無駄な行動がないこと。品質と同時に原価が低減できること。で、短い開発期間で実現させる。といったようなことが期待されている。裏を返すと、そこを狙いとしている。もう一つは、そういう活動を通じて部門間の連携を良くしたり、技術のノウハウを伝達できる仕組みができたりして、良い仕事をする体力がついてくる。といったことが狙いとして捉まえられるかと思います。で、今回は、良い品質とは何ですかというところをちょっと考えてみたいと思います。一番わかりやすいのは、トラブルがない。あるいはサービスがいい。こういうのはすぐわかるんでありますが、今はそれだけではなくて、使いやすいね、かっこいいね、便利だね、といったような、これを魅力性と言ってますが、そういったものを、これも備わってなければいけません。で、もう一つは、お客さんだけではなくて、社会に迷惑をかけるような製品では困る。といったようなものが揃っていることが要求されています。で、それらをお客様の要求することを把握して、それを提供することによってお客様の感動を提供することになる。で、そうするとお客様がそれを欲しいから手に入れようとしてくれる。わかりやすく言うとお金を運んでくれるということになります。で、我々はそれを早く無駄なく実現させればいい。良い品質をこういうふうに捉まえてみたらいかがでしょうか。で、もうちょっと具体的に考えてみようとすると、例えば家電の製品なんかを考えてみると、お客様が例えばテレビを買いたいねって言うと、買いに行くときに何らかの期待感がある。で、それに対して目の前に出てるテレビが期待以上にいい、あれかっこいいね、みたいな格好でなると、お客様はどれでもいいよじゃなくて、あれが欲しいっていうふうに指定側をしてくれる。あるいは隣のお客さんにまで宣伝してくれる。みたいなことが実現したとすると、売上の拡大、あるいは満足度の拡大が期待できる。すなわち、これが良い品質ということになります。で、もう一つは、お客様が期待したことと実際に出てきている製品がほどほどである。いわば期待通り。ということになりますと、これはこれで満足するかというと、そうはいかなくて、競合メーカーがもしもこの期待以上を提供すると、お客様って簡単にあっちの方がいいね、あれにしてみようかな、という浮気をする権利を有しています。となると、競合メーカー次第で期待ほどほどの製品ではお客さんが満足して感動してくれるかどうかっていう保証はないということで、こういうのを我々は良い品質ではなくて悪くない品質。悪いわけじゃないけども積極的な良さっていうのもあんまり見当たらないねというふうに定義をしてみたらどうでしょうか。もう一つは、これはもう説明いらないと思いますが、トラブル続きだとか、みたいな陳腐な製品が提供されると、お客様はとても不満を感じて、もう二度と付き合えないぞ、といったことになる。お客様の期待から考えてみると、品質というのは良い品質と悪い品質の2つではなくて、その間に悪くない品質というのを考えてみた方が分かりやすくなります。で、審査員開発の
段階では品質を良い品質、悪くない品質、悪い品質、3つに分けて考えることにします。量産品だとスペックに適合するかどうかだけですから、良いか悪いか、合格品か不合格品かという分け方をしますが、新製品開発の時には品質を3つに分けて、で、あくまでも我々がチャレンジするのはこの良い品質ですよ。すなわち期待以上に良い製品を提供しようというふうに考えることにしたらと思います。で、それを考え方を分かりやすく説明したのが、この加納先生っていう先生が提供された加納モデルっていうモデルです。これは1980年のレポートなんですが、これも例えばテレビなんかで言うと、テレビを買いに行った時に自分が期待していることがこのテレビに備わってるか備わってないかっていう軸。で、そのことによってお客様は感動しましたか、不満に思いましたかっていう軸。で、分けてみると、品質には3つの顔がある。一つは、従来よりも色が綺麗だね、写りが鮮やかだね、といった、分かりやすく言うと、性能。これは良ければいいほどお客様は感動してくれる。もう一つの軸は、不良だとか、いったものを考えていただくと分かりいいんですが、良くって当たり前。悪ければ文句を言う。という軸。で、もう一つが、テレビにいろんな付加機能がついてる。みたいな軸。これはなくてもしょうがないんですが、あったらないよりあった方がいいじゃん。みたいな格好でお客様が引きつけられる。で、これを魅力品質と言っていますが、品質には3つの顔がある。で、我々が狙うのはあくまでもお客の感動提供ですから、この縦の軸の高いところを狙わなきゃいけないね。ということ。すなわち、もう不良続きの不良だらけの製品ではもう市場で競争する権利なんかないよ。で、ここのところを満足させるっていうことをチャレンジしなきゃいけません。話は変わりますが、さて、この良い品質とか悪くない品質とか悪い品質とかって申しましたが、これっていうのは作る側が勝手に決めるわけにいかないんですね。判断するのはお客さんですから、お客さんが判断することを我々は何らかの格好で掴んでこなきゃいけません。で、お客さんの期待することは何ですかというのを掴もうとするんですが、どうやって掴んだらいいでしょうかということを考えてみると、一番わかりやすいのは現状の製品に対する不平不満、要するにクレームだとかなんかについてはお客さんはっきり声にして言ってくれるんですね。ところが、先ほど魅力の要素って申し上げたところについては、実はお客様自身が気がついてないケースが多い。お客様気がついてないから、調べに行ってお客さんに聞いても何にも、この魅力の要素についてはなかなか出てこないんですね。ということは、お客様の要求を調べるっていうのは言葉では簡単なんですが、実はお客様の声から自分たちでお客様自身が気がついてない要求を発見するという活動が非常に大事になります。どうやって発見したらいいでしょうかというので、思いつきでやるわけにいきませんから、大事なことは不平不満情報であったとしても、その情報をヒントにして、それでもってお客さんがこういうことを期待してるんじゃないかなということをつかむ工夫をしました。で、それが Q&A ではとても特徴的なところなんですが、したがってお客様から集めた情報を我々は要求品質と言わずに、これを要求品質をつかむ元ネタの情報というふうに定義をします。で、その元ネタを何らかの格好でワイワイガヤガヤやりながら自分たちでお客様ってこういうことを期待してんじゃないのかなという要求品質を発見するチャンスを作ろうとしました。もうちょっと具体的に申しますと、今ご覧いただいているのは使い捨てライターの例で示していますが、例えばお客さんがつぶやいた内容がこうちょっと水に濡らしたら火がつかなかったよ。
で、普通だったらこれだったら濡れても火がつくようにしてくれ。で、おしまいなんですが、そうはせずに、こういう発言っていうのは、どういう使われ方から出てくるかね。こういう時にこう言ったかもしれない。こういう場面でこう言ったかもしれない。いろんなこういう言葉が出てくる場面を想定します。ここがブレインストーミングっていうところです。で、なると、こういう場面でこういうふうに言ったとしたら、何が言いたかったんでしょうか。こういう場面でこうだったら何が言いたかったんでしょうか。それぞれでこのお客様の発言を言いたかったことにまとめて、で、だったら製品としてはこういうことが要求されるんじゃないだろうかいう、こういうロジックでお客様の要求、言いたかったことを整理をしようとします。で、ここの C のワイワイガイガン豊かであるはあるほど、この言葉からお客さんひょっとしたらこんなことも期待してるんじゃないかというお客様自身が気がついてないことまで見つけるチャンスを作ろうとしています。で、詳細は避けますが、こういう会話をいくつかの情報について実施をして、で、出てきたこういった言葉を何らかの格好でくくってみると、お客様ってこういうことを期待してるね、ああいうことを期待してるね、ということを発見するチャンスが生まれます。具体的なことを言うと、とっても難しいように思いますが、今ご覧いただいているのは、自動車のワイパーについて整理をした例ですが、もう読んでご覧になると、そんなに難しい言葉はどこにも書いてなくて、あ、こういうことを言ってんじゃないか、ああいうことを言ってんじゃないか、といったような整理をして、これを見えるような状態にした。これが、いわゆる QLD の世界では要求品質一覧表。もう今までは頭の中で開発の担当者がやってたことを見える状態でこうやって整理をすることによって、関係者が全部知識を共有するというチャンスを作ろうとしている。これが品質表の例であります。で、こういったものを全てをお客様に要求するわけじゃなくて、これはこうかもしれないね、ああかもしれないね、というものを漏れなく選ぶことができたら言うことはないね。で、実は製品にする場合には、これ全部満足した製品を作ろうとすると、大変にコストもかかりますので、これから本当に大事な情報ってどれ？これはないよりあった方がいいねっていう情報はどれ？という格好で、この要求の品質に対してメリハリをつけることをやろうとします。で、それは次回にご説明することにします。今日はここまでお客様の要求をどうやって使いますかっていうところを概略説明をいたしました。次回をご期待ください。ご清聴ありがとうございました。